ちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。今回も卓球知恵袋の方よろしくお願いします。本日のテーマは誰でも回転がかけられるようになるバックサーブのやり方をやっていきます。バックサーブを普段使っている方、もしくはバックサーブの回転が足りない方、バックサーブがうまく出せない方はですね、ぜひこの動画を見てバックサーブの強い横回転を出せるやり方を習得してみてください。超回転をかけやすいバックサーブのやり方で、これはですね、まず手順ゼロ、まずゼロで、まずグリップの握り方で5本指で握るという形が、とりあえず基本的に、ベストですね、かけやすいです。5本指、通常の握り方でやってください。はい。で、手順1つ目。で、体の正面でラケットの面を45度っていう斜め、ちょうど斜めにして構える。皆さんこれ今すぐやってください。左手を置いて、で、バックサーブの時ってラケットこう、バック面を向けますよね。で、この時ラケットちょうど斜めの45度。この角度で構えてください。これがですね、ミソなんですよね。横上か横下かを分かりづらくさせてくれるっていうメリットがあります。なので45度の構え方をしてください。ちょうど中間なんですよね。こうすると上っぽいですし、こうすると下系が入りやすいことが分かってますので、こうするとサーブの時分かっちゃうんですよね。回転の方向が。大体バレちゃうの45度ぐらいだと相手が悩みます。はい。で、しかもこの角度だと、実は45度っていうのが一番横回転を弱いタッチ、強いタッチでも、どちらでもちょっと当てただけで、こうやってスピンが入るんですよね。これが面白いです。弱めのタッチ、感覚がなくても45度の角度で、こうやってバックサーブかけると、こうやってボールが回ります。横回転がかかりやすくこうやってなります。はい。これが、こうやって起きた。この状態で構えたりすると、これで弱いタッチだと、かかんないですよね。押しちゃいます。こっち。真下の回転して当てちゃいます。弱いタッチだとかかんないです。でも45の斜めにすれば、で引っ張ればこうやって割れてるボール曲がりますよね。なのでこういう回転が45度の角度って感覚があるなし関係なしで非常にこう引き連れを起こしやすい面なんですよね。これを覚えておいてください。2つの意味で45度ってとても大事なんです。手順の2つ目はですね、今度はこの45度の構えをしているときに体の左側にちょっとスペースを作る意識を持ってください。バックサーブはですね、基本的にニュートラル、体の正面で構えて、で、こうトスを上げたときにこうラケットをこう動かすじゃないですか。横回転をかけるときに左側の空間がある方が回転を生みやすいと言われています。左側に空間左足をちょっと一歩下げるような感じですね。左足をちょっと少し一歩分下げると空間作れますので、それで構えてもらう。はい。こんな空間の一歩を平行足にしちゃうと、平行足でも出せるんですけど、いて当たっちゃいました。出せるでみたいな。いてかけたい時にかかります。かけれません。かけよういてって感じになるので邪魔しちゃいます。なので一歩左足的下げて空間作る。そうすると、はい、横回転サーブの完成ですね。めっちゃバツッと思いっきりスピンを強く生むことができました。なのでスペース、左側にあるスペースって意外と大事なんです。一歩下がりましょう、左足。はい。はい、手順の3つ目。ここからバックサーブの切り方になるんですけど、まずイメージ練習がおすすめです。イメージ練習。バックサーブってもうさらっと皆さんこうスッと当たり前のようにスッとかけてるから、どうやってかけてるのかちょっとイメージしづらいんですけど、どうやって横回転をこうギュッとさらっとかけてるかっていうと、実はこれやると上手くなりやすいというのが分かってまして、私も講習会でこのやり方でバックサーブの回転量を皆さんにこう横回転強くさせてました。でそのやり方はこちらあります。台の半面を使いましょう。半面を使ってここ端っこから真ん中までをこっからこういう素振りをさせてました。ボール持ったりするとラケットって一緒に動作させるって意外とやっぱ難しいんですよね。最初は一致しないし当たるしみたいな、当てにボールを追いかけたりしてこうかける前に飛んじゃったりとか、リズムが合わなかったりとかしちゃうんで、バックサーブの基本的な切り方のスイングは
左から右っていう一直線の移動なので、こういう移動なんですよね。意外とこういう移動って難しいんですよね、最初。なのでここからラケットを45度の角度で置いといて、ここから左から真ん中までこういう移動を一人でまずやってください。はい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 。これがですね、バックサーブのこの切るイメージになります。これイメージになるのって思いますよね。とりあえずちょっと皆さんやってください。ポン、はい、こういう移動です。こういう移動です。はいはいはい。山は描いちゃダメですよ。山は描いちゃダメですよ。できるだけ直線気味にこの台スレスレではい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 ってやりました。はい。で手順の4ついよいよいきます。でここからボールの体の正面からですね、今度はバックサーブを実際やっていくんですけど、さっきの左右左右っていうので、バックサーブは実は1回トス上げた時に左に振ってそこから一気に右に一直線に振るっていうことを皆さん無意識にやってる方が多いです。左に振って右なんですよ。トス上げ左右、トス上げて左右、見てください。さっきの左右かなり近いですよね。左右、はい。じゃあそのさっきのやつをやったイメージで左右ってやると、このような感じでトス上げた時間に左右ですね。左右、こう一直線っていうのが大事。最初ですね、ダメなのがですね、左右が斜めに行っちゃったりと斜め前に行っちゃったりとか、左右とかこうやっちゃうとミス出ちゃったりとか、左後ろとかやっちゃうと全然もう違う、全然バックサーブ安定度下がるので、この一直線なんですね。この一直線の線のライン、さっきテジュンさんのイメージありましたよね。バックサーブのここからこの一直線のこの大近くのこの一直線のイメージをもう一度素振りしてもらって、左右左右、じゃあこれでいきます。よし、45だ。一歩下がってすくって、よしいきます。じゃあ左右ね。そしたらトス上げて左右、はい、完成できましたね。今バックサーブの一番回転がかけやすいやり方です。はい。だから左振って右に一直線振る、左に振って一直線、はい。でボールの後ろ、イメージ的にはボールの後ろ、ここら辺ですね。後ろら辺お尻の方を左右ってごめんなさい、左右って言ってボールの後ろをスッとサイドスピンをガッとかけて、上げるという感じですね。そしたら簡単に45度の角度だとスイングが弱くても見てください。横回転が発生しました。誕生します。さっきやったこうやってわざと上回転っぽく出すやり方だと、これだとスイング弱いと押しちゃいます。当たっちゃいます。で、こうして結構極端に下系にしちゃうと、これだとスイング弱いとただの棒玉になっちゃいます。当たっちゃいます。でも45だったらちょっと弱いタッチでも引き連れが起きるので、こうやってスピンで曲がります。引き連れを発生しやすいんですよね。45ってちょうど入り込みやすいんですよね。入り込みやすくてこうやってかかるんですね。ありがたいですね。はい。手順の5つ目ですね。でこのかけ方のポイントなんですけど、さっきのこのブレードのこうやってあったら右下、こっちですね、こっち真ん中から右下、こっちの方からかけ始めると強い横回転がかけやすいと言われています。こっちの方でこうやって入り始めるとこうやってかかるんですよ。真ん中でもいいです。ここでもいいです。こうやってもかけやすいです。この真ん中のこっちの方から入ると、45だと実はこの入り方がしやすいんですよ。45で入るとこうやって入りやすくて、弱いタッチでも横回転がーって出ます。はい。強く振ってももちろんグワッともっと強い人はもっと出ます。はい。でかけられない人は、どうしてもかけられない人はこの真ん中の上の方で当たる方が多いんですよね。実はバックサーブ私かけられないって方は、実はこうやってやったらこの上の方にこうやって当たっちゃうんですよ、上の方だと。でしかも上だとダメだこれ
上だと、回転がですね、じゃあ速いサーブを出す、上の方は速いサーブを出す時速いとパパーンといきます。だから弾けるんですよ。回転をかけるというよりかは弾きやすい。なので逆にロングサーブをやりたい時は、長いサーブをやりたい時はこうやって上の方が来た方がパパーンとはいきます。ただ横回転をかけたい時は下半分の方を入れてもらうとか、こうやって回転でガツッとかかるという感じですね。はい、そういう認識で覚えてかき分けてもらうと、いいバックサーブっていうのができるんじゃないかなと思います。手順の6つ目はですね、ここからもう今バックサーブの横回転が誕生しました。で、いい感じに切れるようになりました。で、この時に、横上と横下の上手な掛け分け方なんですけど、今ですね、横上と横下はそれぞれ3パターンずつ、横上と横下を掛け分けられる時代となりました。要するに6種類、今ちょっとやっていきます。はい。じゃあ、まず1つ目、横上回転を出すときは、こうやって45度の角度を作って誘っといて、何の面、上か下か分かんない面45にしておいて、引き上げるようにして出すと、そうするともうそれで単純に横上になります。簡単なんですね。ただ引き上げるだけで横上に、なります。引き上げるだけ。はい。で、同じように今度はラケットを引き落とすようにすると横下回転が出ます。ラケットをそのままスッとそのまま引き落としちゃうと横下回転ですね。さらっと横上と横下はこれできます。で、もう一つ、2つ目の構成パターン。2つ目は、スイングをですね、右方向にする。こっちの方に強めに、さっき言った左から右の一直線をより、こっちの方、右の方により一直線を強くすると、こうすると簡単に横上がガッと出ます。はい。スイング的にバックサーブはこっちに引っ張る、いけばいくほど上になります。振り、面は45なのに超上になると。で、相手は悩んでる間にめっちゃ上っていう感じですね。で、さらに、下をそれでひっそり入れる方は45度で、今度は台の方向に振ってる、前の方に振ってもらうと、見てください。下が入りましたよね、今。ボボボボって戻ってきましたね。横下なんですよ。でも面は見てください。45度。悩むんですよ。45度の悩む面なのにめっちゃ落ちる。前方向に振るとこう見てください。めっちゃ下ですね。で、横方向に引っ張ると伸びる上。はい。便利ですね。今は便利です。だからこっちとこっちの使い分けで上と下が45度の誘い面のままでできますので、相手が悩みますね。で、3つ目の構成は、3つ目はグリップの握り方でも簡単にできます。で、それは親指を立てる、こうグリップの握り立てるようにするだけで上が出ます。はい。上立てるだけ。はい。立てるようにする。で、親指をかなり引っ込める。こうやってグッと引っ込めると、そうすると横下が簡単に出せます。グリップのはい上、はいこれ下、上、はい上、はい下、上、みたいな、はい上、はい下、はい上、はい下みたいな感じでグリップで簡単に使い分けることができます。というので以上、合計3パターン構成のやつを6種類やりましたですね。便利ですよね。昔はこの中の1個だけでしたよね。横上と横下が使い分けできるってこう言われてたりしたの。でも今は6種類もあるんですよ。すごい便利ですよね。しかも自分のニーズに合わせたことができるんですよね。グリップのもうスイング方向変えるの難しかったらグリップのこの親指引っ込めるとか出すだけでも簡単にできますし、スイングを変える、こっちとこっちで変えるだけでも騙せる45度の角度で翻弄することが落ちたり上がったり落ちたり上がったり相手どうしようとか、引き上げるだけでも簡単に上になるしみたいな、引き落とすようにするだけで簡単にしちゃうみたいな、かなり相手はやりづらいのかなと思います。じゃあ自分も選べるんですよ。はい。で最後手順7つ目、長くなって申し訳ないんですけども、最後はですね、もうここまでやったらあとはもっと回転量を最後は増やしていこうっていうことですね。さっきまではもう回転の種類がわからないというのはお分かりいただけたと思うので、もう2つの切り方がありまして、もうインパクトの瞬間インパクトの瞬間ここを速くするとめっちゃ切れます。当たる瞬間途中まで振っといて、当たる瞬間インパクトだけをクッと速くするとすんごいスピンを通常よりも生むことができます。でしかもあとはもう一つ、あとは左から右のスイングをさっき言った左右の一直線の左から右の一直線の移動を速く振る、そうすることで回転量は増大します。だから皆さん当たる瞬間を速くするか、スイング自体を左から右を速くする、どちらかをやってみてください。
やりやすい自分の力の切り方のその入れやすさってみんな違うんですよね。どのタイプが瞬間的にグッてやった方が切れる方もいれば、全体的にスイングをこう速くして切れる方がいるっていう、大体講習会やってると2パターンの切り方あるんですよね、皆さん。なのでそれに合わせた意識でやってみてください。はい。で、この時に、速くすればするほど何がいいかというと、回転量が増えるっていうのはもちろんなんですけど、あと回転の種類も分かりにくくなるんですよね。やっぱスイングがゆっくりだとこう回転がバレやすかったりするんですけど、速くなると分からなくなりますよね。何が当たってるか分からなくなる。だから相手がインパクトラケットの角度がより分からない、45度っていう悩む上か下が分かんない魔法の面のままで、しかもスイングも速いからより切れたやつ。スイング速くすると切れる。ああ、そう。すみません、ラストかと思ったらもう1個ラストありました。すみません、手順8個目です。8個目はおすすめのコース取りです。これも大事なんで、はい。で、使い方としては、基本は、バックサーブっていうのは何がいいかっていうと、ショートサーブがフォアのサーブよりもやりやすいんですよね。ショートサーブっていうのは2バウンドで短い、こういう短いサーブとか、3バウンド、4バウンドの短いサーブがやりやすいです。で、特にバックサーブはフォア前にサーブ出すのがやりやすいんですよね。シェイクだとフォアだとフォア前に出すのって結構難しいんですけど、バックサーブなんか距離感がすごく近い感じでこうやって、カメラに向かって今言ってると思うんですけど、短く出しやすいんですよ。なので今ですね、今旬なのは、モーさんも言ってたんですよ。中国卓球のモーさんも言ってたんですけど、フォア前にバックサーブを出して、で次フォア前に出した時は大体レシーブの返ってくる率が、ほとんどここら辺真ん中ら辺に集まるっていう、だいぶ絞れるので、フォア前出して、でその後すぐバックにツッツキで詰めるっていうバックドライブとか強打がなくても有効にツッツキだけでツッツキとバックサーブで先手が取れるやり方。バックドライブでもちろん打ってもいいんですけど、バックサーブ出してフォア前に逃げる。シェイクってこれ一番苦手なんですよね。逃げるようなフォア前。シェイクは一番何が苦手っていうと、フォア前に逃げるような横回転が一番手が痛くなります。ツッツキを切るときとかは肘が折れてないとダメです。フリックするときは肘が折れてないとフリックできません。肘が伸びてるともうポンしかできないので、ただ合わせるだけになると、もうここに真ん中に来るので、それを空いたバックに深くにツッツキで軽く送ってあげる。で相手は大きく揺さぶられるという、バックドライブとかフォアドライブの速い洗面の技がなくても有利な形ができるという。張本選手とかチャン・ジーカ選手とかファン・ネット選手とかもフォア前に YG 出して、フォア前に YG 出して、でこっち来たのをバックに詰めるっていうパターンでやってますけど、それが私たちももっと簡単にできるやり方で攻めることができますね。でシェイクの泣きどころを攻めるっていうことができますね。なので今はバックサーブでおすすめはフォア前にこうやって的確に狙うということです。これぜひやってみてください。でたまに忘れた頃にバック深くにバックサーブがあると、さらにバック深くにあると思っている中でフォア前に逃げるバックサーブがあると、相手はこういう状態になるので、こういう状態でのこうはもう何もできないんじゃないでバックにツッツキ詰める、いいコース取りじゃないかなと思います。ということで、以上ですね、バックサーブ誰でもかけられるやり方と、実践的なパターンまで紹介させてもらいました。ぜひですね、バックサーブ、今の時代合ってるサーブだと思います。今の時代だからこそ、現代卓球の速い卓球、両ハンドの高速卓球、試合の流れを変えるキーポイントとなることが非常に多いサーブですので、ぜひやってみてください。今日は最後までご視聴いただきありがとうございました。もしですね、少しでも参考になったなと思った方がいましたら、
高評価の方を押していただけたら嬉しいです。全然ダメだったよっていう話は低評価をしてもらっても大丈夫です。ありがとうございました。下。じゃあ、今度は、横に引っ張る。と上。横に振ると上。OK。じゃあ、今度下に前に振ると落ちるんで、今度上に落ちる。OK。上に振ると落ちる。前に振ると落ちる。ありがとう。横に振ると上。OK。上に落ちる。で、今度親指引っ込める感じ。引っ込めてやると下。ついて、親指を立てると上。ありがとう。よし。じゃあ。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し、役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。